言論。それはホモロジー代数における自然な変換という概念を定式化するために、アイレンベルグとマックレーンが1940年代に創設した数学理論である。数学理論の理論とも称されるその威力は凄まじく、ホモロジー代数を皮切りに、その影響は数学の様々な分野に広がった。そして2023年現在では、数学にとどまらず、計算機科学や物理学、工学、経済学、哲学、言語学においても、その威力が認知され始めている。ということでこんにちは、あかねです。今回は理工サイド交流祭ということで、せっかくやし理工学と数学の結びつきみたいなものを題材にしたいなぁ思ったので、言論の理学、工学への応用について話そう思います。分野名で言うと、応用言論とかモノイダル言論と呼ばれている分野やね。今回の話を聞いて、気になった人は調べてみると幸せになれるんちゃう？知らんけど。でまあ、言論の応用といっても、いろいろな方向性があります。プログラミングとかだとモナドとか使っておりゃーって感じだし、哲学だとトポスとか使ってなんかするらしいっすわ。よくわからんけど。じゃあ今回は何について話すかというと、いわゆる図式というものと言論とのつながりについて喋ろう思てます。ここで言う図式というのは、言論でよく見る可感図式ではなくて、電気回路とかフローチャートみたいなものをイメージしてます。例えば、電気回路、ブロック線図、ファインマンダイアグラム、量子回路、化学反応式、フローチャート、機械学習モデルの図、ベイジアンネットワーク、組紐図式などが図式やな。他にも、疫学や集団生物学、進化ゲーム理論とかにもそれっぽいのがあるらしいで。これって図式なのかなと思ったやつは大体図式やと思う。図式とは何ですか？図式ではどういったことができるのですか？という疑問に言論を使って答えていくのが今回の動画で話す内容や自分の専攻分野でよく出てくる図式を頭に思い浮かべながらこの話を聞いたらきっと楽しいで。さて、本題に入る前に注意点をいくつか話させてもらう。まず今回は理工サイド交流祭に参加してるのも相まってより多くの人に分かってもらうように話そう思てます。なので、なんとなく雰囲気がわかる程度にしか話しません。話せません。厳密にきっちりやろう思ったら、動画を見るだけで6単位ぐらい取れる感じになってしまうので、細かいところなどはぼかしたり省略したりするけど堪忍してな。あとまあ、内容はなるべく平易に。具体的には高校を卒業した人ならわかる感じにしよう思ってるけど、知らない単語とかわからないところがあったら、ぜひコメントしてくれ。同じくこの動画を見ている博識なお兄さんお姉さん方が、きっとコメントで教えてくれるはずや。他力本願じゃないですか。せっかくのお祭りなんやし、いっぱいコメントがあった方が楽しいと思うで。いや、そういうことじゃなくてです。そういえば忘れてたけど、聞き手に、キリタンとゆかりさんがいます。二人とも自己紹介をどうぞ。どうも、東北キリタンです。数学初心者として呼ばれました。よろしくお願いします。ゆずきゆかりです。あかねちゃんと言論ゼミやってました。よろしくお願いします。ということで、頑張ってわかりやすく話すけど、わからないことがあったらコメントしてな。とはいえ、なんだかんだで言論の話になるので、言論について事前に知ってた方が話はスムーズに入ってくると思う。まあでも知ってると言っても、剣とか、監守って言葉が出てきた時に、あああれね、ってなるぐらいで大丈夫やで。まああれや、うちが言ってることよくわかんねえよってなったら、腰つべとかで適当に解説動画見てから戻ってきたら、いい感じになるんじゃないか？知らんけど。あと、これからうちが話す内容は、1ヶ月ぐらいでパパーっと勉強した内容なので、いつも以上に間違えてる可能性がある。できる限り気をつけるけど、間違いとかあったらコメントで教えてください。うちも、他の視聴者のみんなも助かるからな。よろしくお願いします。ここまでの注意点をざっくりまとめると、まあ、なんや、夏休みの自由研究だと思って聞いてくれ。それでいいのか。喋るべきことは喋ったし、前語りはここまでにしよか。それでは早速、剣と図式のつながりを紐解いていこう。おー。さて、言論と図式の関係を理解するために、そもそも図式とは何なのかというのを少し深掘りする必要がある。具体的には、二つの図式をくっつけるということをじっくり見ていこう。なるほど。相変わらず察しがええな、ゆかりさんは。でまあ説明をわかりやすくするために、今回はうちが用意したシンプルな図式を使うことにする。どういう図式かというと、
こういう感じで上からいくつか線が降りてきて、真ん中に文字の書いてある箱があって、下に線がいくつか伸びている。こんな図式を考える。この図式の意味は、y1y2 イコール、f、x1、x2、x3 という数式を表していることにするで。例えば関数 f として、こういうのがあるで。今回は、こんな図式を使って説明していくな。あ、ちょっといいかな？ X とか Y は実数ですか？まあそうやな。関数に入れる数、関数から出てくる数、これらはすべて実数ということにしようか。まあ別に、整数でも複素数でも何でもええんやけどな。把握しました。あと今回はオリジナルの図式を使うけど、視聴者のみんなは好きな種類の図式に置き換えながら聞いてもらっても構わへんで。というか、そっちの方が間違いなく楽しいはずや。さて、オリジナル図式の説明が終わったな。では、2つの図式をくっつけることをしていこう。ではここに、ヒョロ長の図式が2つ用意されました。キリタンなら、どうくっつけるかな？縦に並べて、線をくっつけますね。そうやな。キリタンが言った通り、この2つの図式は縦につなげることができる。縦につなげることで、合成関数のように計算することができて、新たなヒョロ長図式が1つ出てくるってわけやな。さて実は、くっつけ方にはもう一つ方法がある。縦ときたら、次は横ですか？早いな、ほんと。その通り、図式の特徴として、横にくっつけることができる。いや、くっつけるというよりは、並べる、の方がみんなの感覚と近いかもしれんね。具体例を見よか。例えば、この2つの図式が与えられているとしよう。この2つを横に並べると、これは、上から線が3本入ってて、下に線が2本出ている図式とみなすことができる。なるほど。こんな感じで、2つの図式を横にくっつけると、新しい図式が作れるわけや。ということで、ここまでをまとめると、図式とは、縦と横にくっつけることができるもの、ちゅうことやな。そして、この2つの特徴が、モノイダル圏という概念とかなり直接的に結びつくんや。モノイダル圏を見る前に、まずは、圏の復習をしよか。キリタンは、圏について知ってるんやっけ？そうですね。一応ゆかりさんに少し教えてもらいました。どれくらいやったん？圏と監視の定義、あとはその具体例ぐらいですね。自然変換とか極限はまだです。監視までやったんか。なら十分や。ではキリタン、圏とは何だったか、説明してもらえる？確か、対象と者の集まりで、カクカクしかじかな条件を満たすものですよね。バッチリやね。そう、圏というのは、対象と呼ばれる、まあ点みたいなものと、者と呼ばれる、まあ点を結ぶ矢印みたいなものが集まったものだったな。対象は、基本的には何でもええ。集合の要素が、数字でも文字でも図形でも、何でもありなのと同じ感じや。一方で、者は、対象を結ぶ矢印のようなものだから、始まりの対象と終わりの対象が決まっている必要がある。圏の例としては、例えば、こんな感じのがある。もう少し具体的な例だと、例えば、対象がひらがな1文字で、者がしりとりの圏とかがあるな。圏について詳しくは、解説動画とか入門書を読んでな。さて、さっきまで見てきたあの図式なんやが、あれは者だと思うことができる。あの図式は、ほぼ、というか、もろ、実数の組から実数の組への関数と同じものや、だからあの図式は、始まりの対象と終わりの対象が、どちらも実数の組の集合であるような者とみなせるわけやね。集合と写像の圏の特殊バージョンというわけですね。わかる人向けに言うと、そういうことやな。そして、者は、合成というものができるんやった。すなわち、二つの者の始まりと終わりが一致しているとき、そこをくっつけることができるんやった。このくっつけるは、縦と横、どっちに対応してるんやろうな。キリタン。図式を縦にくっつける場合は、出てる線をつなげる必要がある。だから、一方の下の線ともう一方の上の線の数、つまり、始まりの対象と終わりの対象が一致している必要がある。横にくっつける場合は、線をつなげる必要がないから、出ている線の数を気にする必要がない。ということは、者の合成とみなせるのは、図式を縦にくっつける操作ってわけですか？その通り。
図式の合成とは、縦につなげることなんや。いや、最近の子は賢いな。いや、そんなに変わらないでしょ、年。というわけで、ここまでが図式と剣の話。ここから、モノイダル剣の話に入るで。モノイダル剣とは、剣に、モノイド石という演算がいい感じに加えられたものや、モノイド石っちゅうんは、二つの要素からなってる。まず、二つの対象のモノイド石を取って、別の対象にすることができないとあかん。例えば、図式の剣の対象である、実数の組。これのモノイド石としては、横に並べて、大きな組にするという方法がある。まあ、実際には、くっつけた組の集合が対象になるんやけどな。些細なところや、あと、組をくっつけるって、モノイド石ってより、モノイドは、じゃねと思った人いるかな？完成しとるな。数学向いとるで。でもな、名前に振り回されないことも数学だと大事なんや。あんまり気にせんといてな。さて、モノイド石には、もう一つ要素がある。つまり、二つの社のモノイド石も取ることができる。もう少し詳しく述べよう。二つの社 F と G が与えられてたとき、そのモノイド石として、別の社 F テンサー G が定まっている必要がある。ここで、F テンサー G は何でもいいわけではなく、始まりの対象と終わりの対象は、それぞれ F と G のそれのモノイド石を取ったものでないといけない。例えば、こういう二つの図式のモノイド石を取ったときには、上下に出ている線の数は、それぞれ、積を取る前の二つの図式の線の数の和でないといけない。わかる人向けに言うと、モノイド石は監視であるってことや。なるほど。さて、賢い視聴者の諸君ならもう気づいていると思うが、二つの図式を横にくっつけることは、モノイド石となるわけや。横にくっつけるだけなら、線の数が足し算じゃないといけない云々も大丈夫そうやろ。ということで、図式は社とみなすことができて、図式を縦につなげる操作は社の構成、横につなげる操作は社のモノイド石になる。それゆえに、図式の集まりは、モノイダル剣となるわけやな。まあ本当は、モノイダル剣には結合率とか単位対象とかが必要なわけなんやが、きりないし、何より、自然動形とか、えぐい可感図式とか出てきて、キリ棒の頭ん中が沸騰してしまうから今回ははしょらせてもらう。数学が得意な人向けにモノイド石の例を出すと、例えば、直積、直和、テンソル積とかがモノイド石の代表例やな。さてここまでで、図式とモノイダル剣の関係については、なんとなく分かってもらえたと思う。実を言うと、今回喋りたかった数学的なお話は、これで全部や。図式が剣論的に定式化できて、大満足と、いかない人も多いよな。剣論でなんかできることは分かったけど、別にそんなこと考えなくてもいいでしょ。そう思ってるんちゃうかな。そんな人のために、図式がモノイダル剣で定式化されると何が嬉しいのかをこれから紹介していこう思うで。嬉しいポイントはいろいろあるんやが、今回はその中でも次の3つに絞って紹介するわ。変形ルールが明確になる。分野を超えて比較できる。分野を超えて協力できる。この3つや。では早速1つ目の変形ルールの明確化について話していこう。図式を使っていると、その図式の意味を変えずに変形したくなることがあると思う。例えば、見やすくするために箱や線を動かしたり、連なっている箱の構成を先に計算したり、あるいは、すでに知られている変形規則を使ったり、そんな感じや。こういう変形は、あまりちゃんと考えずに、なんとなくや、経験でやることが多いんじゃないかな。実は、少し電気を専攻してたことがあってな。電気回路とかを考えることが、ぎょうさんあったんやが、うちはそうだった。特に、箱や線の移動については、あんまり真剣に考えてこなかった。まあ、考える必要もないくらい当たり前の操作だ。ということもできるが、新しい種類の図式を作ったり、全く触れたことのない分野の図式の前では、慣れるまでそんなことをしていいのか不安になるはずや。そして、そういう操作をしていいと、はっきり書いてある教科書は少ないと思う。初学者フレンドリーじゃないってことやな。そしてその不安を払拭するために、数学的に証明しようとすると、これがなかなか骨が折れる。そもそも図式が何なのかよくわからんし、同じ図式っていうのもよくわからん。そこで定式化の出番や。
数学的に定式化すれば、きっと物好きな数学者の誰かが、この問題を解いてくれてるはずや。そして実際、この問題の答えには、コヒーレンス定理という名前がついている。モノイダル圏に対するコヒーレンス定理の内容を雑に言うと、平面上で連続的に移り合う2つの図式は同じものである。こういうことを主張している定理やな。ただし、途中で線が交差したり、線をまたいだりするのはダメやで。あと、上下に伸びてる線の長さは無限だと思ってくれ。例えば、一番簡単なので言うと、箱の位置を上下にずらしても図式としては変わらない。これがコヒーレンス定理からわかる。逆に、二つの箱の位置を交換した場合、この時は、二つの図式が同じであるとは保証できない。なぜなら、どう頑張っても線が交差してしまうからな。とまあこんな感じで、コヒーレンス定理が曖昧だった図式の変形方法をしっかりと教えてくれるわけや。何？なんかしょぼくないかって？箱を上下にずらしても変わらないことぐらい、数学を使わなくてもわかるって。確かにそうやな。だがこれは、モノイダル圏に対するコヒーレンス定理。そう、コヒーレンス定理は、あと2回。いや、なんか、結構、いっぱいパワーアップを残しているやで。どういうことかというと、モノイダル圏に特殊な社やいろいろな制約を追加することでやっていい変形が増えるんや。代表的なものをいくつか紹介してみよう。交差を追加したものは組紐付きモノイド圏と呼ぶ。組紐付きモノイダル圏では、交差を追加したことで、箱を3次元的に動かすことができる。ただし、ここでも線は交わってはいけない。組紐付きモノイダル圏の交差がすり抜けても変わらない場合、これを対称モノイダル圏と呼ぶ。この場合、線はすり抜けても OK や。対称モノイダル圏に、上向きと下向きの円弧があるものをコンパクト平圏というで、この圏では、まっすぐの線をぐにゃらせたりすることができる。このあたりまで来ると、結構派手な変形もできるようになるな。あとは、斜の向きを逆にしてみたり、斜に対数的な構造を入れてみたり、線を平べったいリボンにしてみたりと。まあ、いろいろあるで。自分が使いたい図式の圏が、どういうモノイダル圏なのかがわかれば、図式の変形が数学的にはっきりして嬉しいわけや。嬉しいやろ？ということで、定式化のいいところ一つ目、変形ルールが明確になる。でした。言いたいことは伝わったかな？じゃあ、次のポイントに移ろうか。二つ目は、分野を超えて比較できるや、これは具体的なエピソードを聞いた方がわかりやすいと思うから、そうするで。舞台として、量子情報と、その対比として、一般的な情報理論。ここでは、古典情報と呼ぶことにする。この二つの理論を例に見ていこう。量子情報には、量子テレポーテーションというものがある。簡単に言えば、今持っている粒子の量子状態を、別の粒子に移動する操作のことや、量子的な情報、いわゆる量子ビットを移動させる操作だと思ってもらえれば大丈夫や。この量子テレポーテーション、情報の移動という基礎中の基礎の操作やからもちろん量子情報では重要なんやが、これがなかなか難解でな。移動元の粒子、移動先の粒子、適当にパクってきた粒子、この3つをなんかいい感じにくっつけて、移動元とパクリの粒子を観測し、その結果に応じて移動先の粒子をいい感じに調整するという、何やってるのかよくわからんことでなし得る。まあ数式を追えば、確かに情報が移動することは確認できるんやが、何をやっているのか、各操作の意味がいまいちわからない。そこで定式化の出番や、量子回路の図式は、ヒルベルト C という圏とみなせることがわかっている。まず、量子テレポーテーションの回路図を書いて、それをヒルベルト C に翻訳しておく。一方で、古典情報の図式は、ヒルベルト F2 という圏と対応している。C から F2 への翻訳は簡単やから、翻訳してあげて、それをさらに古典情報にまで翻訳してあげよう。そうすると実はこれ、古典的暗号通信と同じものだとわかる。つまり、量子テレポーテーションと暗号通信は似ているということがわかるんや。このように、定式化をすることで、この概念の別の分野における対応物は何だろうな、みたいな問いが意味を持つようになる。この問いについて考えることで、その概念についてより理解が深まるはずや。ということで定式化のいいところ二つ目、分野を超えて比較ができる。でした。いろいろとぼかしながら喋ったけど、大丈夫だったかな？では、最後の三つ目、
分野を超えて協力できる。やな。これも、実際の事例を通して、その威力を伝えようと思う。あるところに、化学反応のネットワークが平行状態になる条件を一生懸命考えた人がいました。その条件をよく見てみるとなんと、化学物質や環境には依存しておらず、数学的なことのみが条件になっているではありませんか。これを剣論語に翻訳すると、驚くことに、非知名なモノイダル剣論の定理が誕生です。剣論語に一般化したおかげで、例えば、疫学、集団生物学、進化ゲーム理論などが、この定理の恩恵を受けることができるようになりました。また、定理を翻訳するにあたって、量子論の考え方が使われたらしい。つまりこの事例は、科学と物理の研究が、剣論を通して全く違う分野に影響を与えたものになってるんや。つまり、何が言いたいかというと、電子機化を通して、他分野の多くの研究結果を使うことができるようになるわけや。各分野の頭の切れる研究者の結果が使えるかもしれんわけやから、これはとても嬉しいことやろ？うちは嬉しい。ということで、電子機化のいいところ3つ目、分野を超えて協力できる、でした。電子機化の嬉しいところはこんな感じかね。実利主義のプラグマティック人間にも満足してもらえたかな。ということで、メインのお話はこれで終わり。喋りすぎて、むーっちゃ疲れたわ。みんなもややこしい話を長々と聞いてくれてありがとうな。少し休憩しようか。では今回の話のまとめに行こう。今回は、理工学で何かと目にする図式と剣論の関係性を見ていったな。ここで言う図式とは、縦と横につなげられるものであり、これが、モノイダル圏の社の合成とモノイダル積になるんやった。図式を剣論的に定式化すると嬉しいこととして、今回は3つ紹介した。まずは、やっていい変形の明確化。コヒーレンス定理のおかげで、あやふやになりがちな図式の変形が、数学的にはっきりとするのが嬉しい。次に、分野を超えた比較。量子テレポーテーションと暗号通信のように、異なる分野の概念が、定式化を通してつながることで、より深い理解を得るきっかけになるはずや。最後に、分野を超えた協力。共通の剣論語を使うことで、予想だにしなかった分野と、つながりができるかもしれんわけやな。今回のお話はこんな感じ。最初にも言った通り、この応用剣論についてはまだまだ素人やから、他にも魅力とか、話すべき内容はあると思う。何か語りたいことがある人はコメントしてくれるとむっちゃ嬉しいな。本当はもう少し喋りたいんやが、これ以上動画時間を伸ばすのはあかん。社を逆向きにするってなんやねん。とか、実は結び目理論とも関係してて、これがなかなか面白いんやでー、とかいろいろ喋りたいんやけどな。もうすぐ飲酒やから、飲酒勉強せんとあかんのや。指導教員にも成績1位で合格しろって言われてもうたし、そろそろ本腰入れんとな。推薦とか、ないんです。なーぜかないんよなー。こちとら GPA3.95 やぞ。しょげるわー。まあでもあかねちゃんなら落ちないでしょ。まあな。その辺は心配してないけどな。さすがに能弁だとまずそうやからな。今までに習ったことを復習するいい機会だと割り切って、しばらく勉強しますわ。あかねさんって、意外と真面目ですよね。意外ってなんやねん。どこからどう見ても真面目です。鼻で笑ったな。鼻で笑ったやろ自分。それより、ここら辺で動画閉めます。だらだらと雑談してる様子が全国に流れてますけど。ああ、そうやな。あ、ちょっと待って。動画を閉める前に一つだけ話すことあるわ。今回動画を作るにあたって、いろいろと本とか論文とか読んだんやけど、その中でも、おすすめの文献を2つだけ紹介させてくれ。まず1つ目は、活躍する剣論。2023年の2月に出た新しい本やな。応用剣論について書かれた英語の本を日本語に翻訳したものや、大学数学に触れたことない人でも読めるように、集合論ら編からセルフコンテインドな感じで丁寧に書かれてたわ。数学を専攻していなくても、これ一冊で勉強できるんちゃうかな。今回話した図式の他にも、データベースとか、機械の安全性とかについても書かれてるみたいや。まだ読めてへんけどな。時間ができたら読みたいな。ということで活躍する剣論、おすすめです。まあ読んだのは、英語で書かれた原著の本やけどな。原著は無料で公開されてたからな。お金ないからな。仕方ないな。無料だから、英語読める人はダウンロードだけでもしといたらいいんちゃう？知らんけど。じゃあ次、二つ目の参考文献は、
ネットワークセオリー。なんと、動画です。これは、応用言論の研究者である、ジョン・バイスの講演の録画や。ぶっちゃけると、うちの動画の感染症囲碁感よね。全部で4時間あるから時間に余裕がないと厳しいかもしれんが、なかなか面白かった。特に、パート2の平行状態がうんぬんの話と、パート3のエントロピーを堅論的に見つめ直す話はかなり面白かったで、英語自信あるよ兄貴やねきは覗いてみたらいいんじゃないかな。英語できない人？知らん。自動字幕と翻訳でも使っとけ。あ、パート2だけは、なぜか字幕使えんのよな。オックスフォードの七不思議の一つやな。あと、パート3の途中で火災報知器みたいな音鳴るのも好き。いやどういう状況ですか？とまあ、おすすめの参考文献を紹介させてもらいました。特に活躍する言論は、マジでおすすめやから、今回の話で興味を持った人は、ぜひ手に取ってみてほしい。今紹介した2つ以外の参考文献もまとめたページを作ったから、知りたい人は説明欄のリンクから飛んでみてくれ。ネットワークセオリーの URL もそこに載せてるで。じゃあ、今回はこんなところやね。そうそう、最初にも言ったけど、この動画は、ニコ動で8月6日まで開催されてる理工サイド交流祭の参加動画や、理系のボイロ動画がぎょうさん投稿されてるから、ぜひニコ動で検索してみてな。この動画をここまで見たみんななら、きっと気に入る動画がたくさんあるはずや。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。勉強、頑張るでー。すまん、キリタンとゆかりさんは帰ってもうたけど、もうちょっと喋りたいことがあったから喋るわ。いやまあ、飲酒受かりましたとか、補足情報とか、そういうのじゃなくて、どうでもいい、しょうもない話なんやけどな。誰かに話したいけど、話す相手がいないから消化不良を起こしそうで。だからここで消化するわ。オペラドというのがあってな。すげえざっくり言うと、代入できるもの、を抽象化して定式化したものや。今回の話をするために勉強をしてたら、勉強の終盤に突然出てきてな。どうやら、図式をさらに一般化するとオペラドが出てくるみたい？間違ってるかもしれんが。で、面白そうやな思って調べたら、あの有名なベーシック言論の著者、レインスターがオペラドについても書いててな。読んでみようかな思って開いてみたら、なんとびっくり。400ページもあってな。オペラドだけでどんだけ書くことあんねん。と思って、正直ドン引きしてしまったわ。あと、やたらとウィキペディアの記事が充実してたのも怖かったな。割と有名なんかな。というわけで、オペラドが怖かったよっていう、取り留めのない話でした。まあ、飲酒が終わったら、ちびちび読んでみようかね。面白かったら来年の交流祭のネタにするかもしれんな。というか今回の交流祭、何を話そうかかなり迷ったんよね。来年はもう少し余裕を持って選びたいな。理論を紹介するというよりは、一つの問題を軸に動画を作るのもいいかもしれんね。そういう動画作ったことなかったはずやし、まあ来年のことは来年の自分に任せますか。ではでは、改めまして、ここまでのご視聴ありがとうございました。理工サイド交流祭の参加動画、ぜひチェックしてみてな。